私はですね、貞子のね、本当のそのややこしい親子の感情でなしにですね、貞子を本当に生きたいという気持ちをね、正直に伝えたらね、それが一番いいんだと思うんですよ。はい、もう元気になってね、スポーツが好きだって病気したことないでしょ。それが10年目にしてひょっと出たでしょ。それもボースポーツじゃないですからね、3ヶ月から8ヶ月しか持てませんいうような診断でしょ。それからね、そのままをね、あれそういうこういうらしいね、元気でそのままがね、被爆がしたらね、放射能がひどいしね、それも今頃広島を落とした分のね、一発でも何万倍の威力のあるものがあるでしょ。そういうことを伝えたのがね、一番いいんだと思うんですよ。当時30歳だった佐々木さんは、家族を楠町に残したまま衛生兵として単身三好の陸軍病院に勤務していました。8月6日の夜は病院の物資補給のため一旦御嶽を訪れましたが、家族の捜索もままならず救護活動を行いました。佐々木さんは原爆の子の像のモデルとなった佐々木禎子さんの父親です。確かね、8月の初めだろう思うんですよ。ちょうどこの元町にね、第1部員第2部員本院とあったんですよ。衛生兵の収容病棟がね、それが私第2部員をってですね、そこで700、800人ぐらい収容できるんですね。一応宇治に上がってきた傷病兵をね、一応ここに収容じゃ悪いけどね、全部第1部員で集めて、それが足らになりましてね、三好の中学校の講堂を病院に行くことで、ちょうど5日ぐらい行ったんですよ。6日やったかな。いや5日じゃない、4日ぐらいに衛生兵で、はい。確かに6日の朝ね、全然知らずおったんですよ。そしたらなんか大きな音がした芋も下ろしますしね、で三好の駅にね、テントを張ってですね、収容病棟みたいな格好を作らなきゃいけないことを聞いたんですよ。そして今度帰った人が三好が来ますよね、中学校に。そしたらですね、横川だけやられたよ、人やらね、広島全部やられたよ、ほとんど軍人でしたね。はい、収容してきたのは、はい、6日の晩ですよ。その日に毛布がもう足らんになってまだ準備中でしょ。足らんからその晩に私は御嶽の方へ毛布を授業にね行ったわけですよ。はい。御嶽行ったらですね、毛布は結局詰め込んでくれる人があるんですよ。それで「佐々木あんたはね三笹の方やからね、ちょっと近いから帰ってこい」言うてもらったわけですよ。ほとんどみんな広島市内の衛生おらなんだですよ。でじゃあちょっと行かしてもらおういうことで、御嶽近いからね横浜まで行ったんですよ。そしたら私の家行きましたらね、町内でなんか佐々木さんお母さんはね鉄板の上にちゃんと寝せてね焼いてあげましたよって焼いてありましたね。はい。何言うてからね、線はみんな落ちとるしね、電線から瓦落ちとるし、それでその頃はもう警棒弾いうのがありましてね、来おりましたし、自分が普通の荷車からあれなの持って瓦を持って行きおるもおるね、電線を丸めてこう切ってね積んで行きおるもおることでね、とにかく道路一応広げよういうことでね、総動員でしたよ。もう7日の日はですね。はい。いやそれ私は知らなかったんですよ。三好の家内が今の貞子と今の正弘をね連れて三好の中学校来たんですよ。私を訪ねて、はい、私はその時大人なんですよ。はい。20年の11月に私状態しましてね、衛生で残ってくれいうのを状態して金の里に帰ったんですよ。上川立ちんです。今三好市になっておりますけどね、
植えたうちに川に立つですね。上川立ちです。そうな子なんですけどね、それが灰を広島で思うとったからですね、はい。広島に出てる小さいミッション、私へのリハーサルが本職ですからね、2月の確か2月の20日か21日だと思いますよ。出ました。はい。私の姉が状態してきましてね、で姉夫婦がですね、うちを後ろおらしてくれて同居したり、今度人数多かったですよ、それを一緒に住む同居生が。はい。あれは29年の暮れにですね、金谷の里の方へいつも正月には行きおりましたんでね、その時私はいいかなと思いますけどね、貞子を連れて子供を連れて金谷が上方地に行ったんですね。そして兄弟のとこもあったら、ここちょっと晴れとりましたんでね、ここちょっと晴れとるから帰ってみた方がいいよって言われてですね、で帰ってから病院行ったんですよ。それまでは簡単に持ってですね、風邪ぐらいで治るやろぐらい戻ったんですよ。はい。そして岡本って今丸思うんですが、八丁堀岡本外観がありましたね。それでずっと来てもらったんで何でもはっきり言ってもらえる思って言ったんですよ。言ったらこれ結核かもがね、佐々木さんいうことでね、あの頃はなんかストレプトマイシンをしてもらって何回かしたら思うんですけど、結核じゃないって、それで他の病院行ったんですよ。その何回もした他の病院は今言うね、畑川先生けど、その当時の県病院のね小児科部長しとられて、この辞めて本土の辺へ開業されたんですよ。それからうち上津に来てもらったんでね、そこへ連れて行ったんですよ。そしたら行ってちょっと見られたら「佐々木さんまだ明日来なさい」って。貞子は元気なんですよ、カバン持って。で3回目ぐらいやったら思うんですけどね、先生も絶対にびっくりしませんからね、本当のことお願いしますって頼んだし、ちょっとこそっとですね、言ったら「佐々木さん何にもある思うけど、私はね急性悪性白血病ってその名前は言うてなかったんですけどね、早くて 3ヶ月、長うても1年は足はよ受け合わん言われたんですよ。その時には病名まで言うてなかった。はい。それでもう一遍あんたが市民病院ね行ってみなさいということで市民病院行ったんですよ。それで市民病院が「即入院がいいですね」言われたからですね、電話したら「いや今いろんなものがね揃うとるのはやっぱり日赤の方がいいからね、日赤から帰ってきなさい」って日赤の紹介しよういうことになったんです。はい。ちょうど運動会の日にね、運動会の練習の時に私が学校迎え行ったんですよ。そしたらちょうど運動の時で、本人は何もせずにね座っておりましたけどね、迎え来る分かっとったから、それでみんなに送ってもらって手を振ってね、で貞子もお泣きしてですね、また早起きになってきますから言うて裏門からで帰ったんですよ。でその時に貞子も一生懸命泣くからですね「貞子ちゃん着物こうちゃろうか」言うたらですね、いいよ言ったんですよ。ちょっと行ってみよう言うて八丁堀の映画館の前のね寿屋いうとこ行ったんですよ。それで桜の柄の根がに生えとる着物ですよ。あれをお母ちゃんが兄弟のとこ行って糸先まで一晩で抜いて着せてもらったわけですよ。それでそれを入院して行ったんですけどね、それものすごい他なかったからね、ものすごい喜んだんです。はい。そしてね、この入院したからでもね、ここがね内出血するんですよね。内出血した時にその時のね抗うつ剤の薬がね2200円ですよ、抗うつ剤がね。それでそれを持っていけば日赤持っていけば2200円持っていけばしてくれるんですよ。で初めは1回目はすぐ持ってたんですね。それで2回目の時にねお父ちゃん言うてすぐ持ってかなんと思うんでね、本人がこうして行ったらこうしとるんですよね。ここ出てくるからですね、お父ちゃんって書いたら電話がありましてね、私がね700円持っとるからね1500円できたらね、
私一番辛いんですけどね、1500円できたらお父ちゃん持ってきてねって言うて骨にでもかけたんですよ。私はその日も確かにからなんだろう思うんですよ。で、貞子ちゃん遅くなってごめんねって、いいよいいよって、貞子は普通に笑っとるわけですよ。夜遅い私ら仕事するには行くでしょ。食事しとらんのですよ。あんまり食事しとらんからお母ちゃん泊まってられけんねいうだけの話しよったんですよ。まあ都合つけたら泊まってられけんねそうしようね言うて話をしてで帰って言うからね、貞子ちゃんまた明日ねって手を振ってエレベーターまで終わろうと振って出たんですよ。そうした時にエレベーター来たらですね、お母ちゃんまた来てねってほんと大粒の涙がパラーっとこぼしたんですよ。私びっくりしてですね、貞子ちゃんバイバイ言うてもそういうふうに涙こぼしたらね、まあ帰らないんじゃないね言うて、明日また早く来るけん言うて、ほんで笑いがなって言うて振ったのが一番印象深いですね。貞子は一生懸命鶴を折れたでしょ。鶴を一生懸命折るのがね、初めは大きな折りましたけどね、だんだんこうなればですね、針を使うて折るでしょ。それから今やるよりこう前のがね、ささっと折れるのですよね。針使うてこう詰めてこうするから足が日赤いて、貞子ちゃんいてもこう後ろ向くの回らないんですよね。一生懸命したら貞子ちゃんこうあんまりこう詰めようにしてダメ言うたらこう横見てですね、いいからちゃんと考えがあるんだから言うてね、そうしけばなんだですポカッとしとる時あんまり会ったことないですね。はい、いつ行っても鶴を折れるからですね、まあ数はもの少ないですよね。一生懸命丁寧に折りますからね。はい、千羽折ってもなかなかったでしょ。また今度こう詰めてね、自分の真心で一生懸命折ればね、必ず叶ういう意味じゃなかったんだと思うんですよ。それからきれいになかったですよ。もうただ数だけじゃないですよ。くちばしも尻尾もシャーッと揃うたね、きれいな鶴を折れました。今度こまやのですね。それを一生懸命真心があれば、また自分も元気になれる。まあ病気したことはなかったですからね、やろう思うんですよ。はい。その子供の可愛いのは当たり前のことですけどね、もう少しね自分でなんとかねできるものだけをできとったらね、まだ今のようにねこう写真見ながらもね、ああこの時元気とったかと思うだけでは面白いけどね、この時にもああもしたらいけんね、こうもしたらいけんいうことばっかりやったんですよ。それが何一つできとらんですよ。今の親でね、お父ちゃんお金がここ700円あるからね1200円持ってきてくれるの子供が電話したら親がですよ、ちょっと待っていてねアクリルで持ってこないような親おるまんもんですよ。はっきり言うてですよ。はい、私はそういう状況やったからですね。はい、でその時はいつも一生も鶴を折れてもですね、私が毎朝トマトの新しいのこうで持っていくんですよ。食べとらんですね。ジューサーがあったからね、ジューサーしてジュースにしてやったらいいからな思って言うて、その頃ちょうどジューサーが入りましてね、もうよう忘れないですよ。ウィンドウにね8,000円ぐらい出よったんですよ。それもこうちゃいたいこうちゃいたい思うだけでその8,000円ぐらいのがこう出られんで、そしてスタン米あるでラジオがトランジスタラジオですかね、あれも8,000円ぐらいだったんですよ。おらん時は友達のところにラジオ聞いとるんですよ。あれトランジスタでこうやったら俺喜ぶなと思うけど、それも全然必死でやることできなんだからですね、悔やまれることばっかりですよ。はい。貞子ちゃんはもう具合悪いですよ言うて、10月25日の9時いや9時ぐらいやったか思いますけどね、電話張ってきたから飛んでいったわけですよ。そしたら正弘らも学校から連れてきてもらって行っとったんですけどね、お父ちゃんって言うんですよ。どうしたん貞子ちゃんって言っても平気な顔しとったんですよ。今先生がねここ腹を開けてね見られたらね、注射も何も今日してなかったよ言うんですよ。ああそう、じゃ先生今日忙しかったんだろうね言うて、先生今ここで貞子がね今日先生が胸開けても注射してくれよりますが言ったら、ああそうですか言って、それで注射しましょう言うて、先生もうダメじゃもうとるからしてなかったんですね。先生が「あそうですか」言うて来て「注射しましたよ」って貞子先生言われたんですよ。そしたら
また私にね「先生注射しちゃったら」言ったら「ありがとう」ってはっきり言ったんですよ。そしてもう先生帰られて「貞子ちゃんなんか食べたいね」ってその時すぐ聞いたんですよ。そしたら「お父ちゃん病院のお茶漬けが食べたい」言うからですね、もう9時半まであるからですね、朝びっくりしてですね、もう病院の前に「はい表の食堂行ってお茶漬けを買うてきてちょうだい」言ったらですね、言ったら「お父ちゃん外の食堂のご飯いらん、日赤のお茶漬け食べたい」って言ったんですよ。それからそうやって言うて日赤の器帰れへんからね、早く買うてきてくれって買うてきてもらって、日赤の器買いてですね、貞子ちゃん日赤のお茶漬けよ」言ったら「うん」でしたね。一口食べたんですよ。「どう?」って言ったら「おいしい」って言ったら「おいしい、ありがとう」言ったんですよ。で二口目をね一杯じゃなくてちょっとさじ半分ぐらいやったんですね。それで「おいしい」言ったら頭が振ってですね「お父ちゃんありがとう」いうのが最後でした。はい、はっきり言ったんですよ、ありがとうはね。おいしいとお父ちゃんありがとう言うんで、あれが本当に臨終の私知っとらんですよ。目をシャッキリはけとったですからね。はい。それから今ちょうど農家の時であったでしょ、貞子花で植えたの。それでもねみんなに分からんですけどね、もう葬儀場がね使えるから何時に何時行くと出荷決まっとったわけですよ。写真頼んとったら写真が来てくれるのですよ。来てくれるからね「すいませんが一番最後になっても今日ダメ言われたら明日になってもいいですよね、絶対にこれ写真屋が来るまで待ってくれ」ってですね、これ写真を一人でお寺でもう反転してですね、ここに写真撮ってからあれだけ残ってるわけですよ。その時私が頑張ってやかましい言ったのはですね、町内にも頃ねやっぱり何枚でお葬式代がいるんですよね、町内に。それがね私がね親としてね何にもしとらんからね、延べ送るだけはねにやかにしてやってほしいってねお願いしたんですよ。町内行って「もうどんな借金して私しますから」言ったらあの時にね黒のね大型ですよね、大型を15台ほど用意してもらってね、ずっと並べてね延べよくしてもらったんですよ。それもね「貞子ちゃんごめんね」いう気持ちでね、それが本当の親の最後でした。貞子に手向けてやりたいものができたのはね、はい。一番ものですね、急性アクセルのリンパ腺でもですね、死んでから後にベッドをのけますよね。ベッドの下でないですよ、ベッドをのけて下の荒布団の下から白血球がね何万の帰ってきてあるでしょう、あれに出てきたんですよ。全然知らないんです。私の一遍だけどね「お父ちゃん白血球が何本洗いんじゃろうか」って言ったことあるからさあ、私もよう知らんからね、確か8,000か9,000って聞いたよって言ったんですよ。そう大人の人は8,000か9,000あれは普通ねって言ったけど「どうもそれが普通らしいよ」って、赤血球は何百万言ってあるんだろうけど白血球そう言うてたんですよ。でもその時にもう知っとったんですね、あれ書いとったわけですよ。それからいろんなことを考えたりですね、なかなかですねなんか全部してやってですね喜ばして死んだならね、まだ悔いがないんですよ。私はですね貞子のね本当のややこしい親子の感情でなしにですね、貞子を本当に生きたいという気持ちをね正直に伝えたらね、それが一番いいんだと思うんですよ。はい、もう元気になってねスポーツが好きやって病気したことないでしょ。それが10年目にしてひょっと出たでしょ。それもボースポーツじゃないですからね、3ヶ月から8ヶ月もしか持てませんいうような診断でしょ。それからねそのままをねあれそういうこういうねらしいね、元気でそのままがね被爆したらね放射能がひどいしね、それも今頃広島を落とした分のね一発でも何万倍の威力のあるものがあるでしょ。そういうことを伝えたのがね一番いいんだと思うんですよ。ただ私がお話しするのはね、貞子もこうじゃったいって貞子ことについて言われるからね、親としてのことを話するだけで、そんなことは別にねあれじゃないけどですね、子供さんに伝えてもしょうがないんですけどね、こうじゃったいうことでね、はい。
でも貞子はそれに頑張ったいうこともね、伝えよう思えばそうになるんですよね。はい、親にも心配かけずにね、僕が元気で釣りおれば元気になるいうことでね、やっていく空気でおったいうことはね、それ一つ作るんですね。はい。